皆さんこんにちは、コーディです。こういう動画を作るのは初めてですが、今日は皆さんに伝えたいことがあって動画を作りました。1年前の今日、2014年の4月21日、私は Facebook でゲイであるということをカミングアウトしました。そして1年後の今日、2015年の4月21日に今回は私がカミングアウトをするまでにした体験とその後のことをお話ししたいと思います。小さい頃から自分が他の男の子たちとは違うということを思っていました。というのも、外でボール遊びをするよりも部屋の中でおままごとをすることの方が多かったし、セーラームーンの変身スティックを買ってもらってテレビの前でそれの真似をしてたりとかもしました。でもそれと同時に外に虫取りに行くことも好きだったし、将来は仮面ライダーとかウルトラマンとかになりたいっていうのを周りによく言ってました。年の離れた仲のいい姉が2人いるので、その2人の影響がとても大きかったのではないかと思います。周りと少し違うとは感じていたんですが、それを別に嫌というふうに感じたことはありませんでした。でも小学校に上がって高学年になると、周りの人たちからなよなよしてるとかオカマっていうふうに言われるようになりました。その当時オカマという言葉がとてつもなく嫌いで、言われるたびに胃の中に何か嫌な物体が降りてくる、そんな感じがしました。何度否定しても周りからは何回もそういう風に言われてからかわれたりするようになりました。そして人と違うことがとてつもない恐怖になりました。その当時はお母さんが毎日洋服を用意して通学していたのですが、襟付きのシャツとかお姉ちゃんのお下がりで淡い色の服をよく着ていました。それも人と違うというふうに気がついて、ある日お母さんに向かって、もうお母さんの選んだ服なんて着たくないっていうふうに言いました。周りの人たちは襟付きのシャツとかも着てなかったし、青とか赤とか濃い色の服を着ていたからです。そのぐらい人と違うっていうことが恐怖に感じました。中学校に上がって女の子たちと仲良くしていると、男女とかホモとかっていう風に言われるようになりました。そして周りの男の子たちが思春期を迎えて、女の子のことを異性として見始めるようになりました。だけど自分は成長期が遅かったのもあるかもしれないんですけど、そういう感情が一切なくて、で異性のことを全然考えることはありませんでした。そこでやっぱりすごい焦ったし、自分は本当におかしいんじゃないかっていうふうに思うようになりました。自分が男の人が好きかもしれない、そういうふうに気づいたのは高校生になってからです。この感情が異性に対してではなくて同性に対してっていうことに気づいた時、吐き気がしました。っていうのも、テレビでは毎日のように俺タレントって呼ばれる人たちが笑いの対象にされていたり、ドラマとか他のメディアでも彼女たちの存在はまるで変態かのように扱われていたり、あとオカマとかめめしいとかっていう言葉が相手を侮辱するために使われていて、でも自分はそれに当てはまる存在なんじゃないかっていうふうに考えるようになったからです。同性愛とか男らしさとか女らしさが嫌悪感とか無知とかから成り立っている、そんな状況で自分に自尊心なんて持てなくて、自信もなくて、だから自分のことが本当に大嫌いになりました。この自分の姿は他の人には絶対に見せちゃいけないし、この学校でも一人だし、でもそういう黒い感情がぐる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 自分の中で自分をかき乱していきました。そうやって自分に
自信がない中、自分を守るために他の人に当たったり嘘をついたり、自分の殻にこもって世界を拒絶したりしました。こういう風になってる、こんな自分なんて本当は生まれなきゃよかった、生まれるはずじゃなかったっていう風に考えて、なんで生きてるんだろうっていう風に毎日考えるようになりました。もしかしたらこのまま人生が終わったらその方が楽かもしれないとか、死んだ方が何も考えなくて済むからその方がいいんじゃないかっていうふうに考えるようになって死のうと思いました。だけどそんな自分を救ってくれたのが YouTube でした。高校時代にカナダに留学していたのもあるかと思うんですけど、動画を結構検索することが多くて、英語で検索したある日検索するときにカミングアウトゲイっていう風にタイプして打ち込んだらものすごい数の動画があって、でその動画の中で LGBT って呼ばれる人たちが生き生きと喋ってて、で自分のことを話してて、でありのままの姿を周りにさらけ出していて、でも明るくて前向きに生きていて、同性愛者とかオカマとかそういう風に言われていても彼らとか彼女らみたいに幸せに生きることはできるんだっていう風に希望を見つけた感じがしました。初めてそういう風な等身大のゲイの人を見た瞬間でした。彼らは全員外国人だったんですけど、言葉とか国とかは違っても本当に笑顔で生きていて、本当にそういう意味ではとてつもなく大きな衝撃を YouTube に受けました。やっとこの人になら言える、そんな人に出会いました。というよりもずっと近くにいました。高校で3年間一緒に過ごした、そして留学も一緒に乗り越えた親友です。この人に伝えたいっていうふうに思いました。そして卒業式の後、彼女に自分のことをカミングアウトしました。自分以外の人にこのセクシャリティのことを話すのは初めてだったので、ものすごい緊張しました。でその緊張感っていうのは未だに覚えていて、もう自分の口から心臓が飛び出るんじゃないかっていうふうに思ったぐらい鼓動がすごい生々しく聞こえて、もう死んじゃうかなっていうふうに思いました。でカミングアウトするまでの数分がもうとてつもなく永遠に感じて、だけどここで言わなきゃと思って心を振り絞って彼女に言いました。でそうすると彼女はそっかそうだったんだっていう風に言ってくれて、でそんなことだったんだっていう風に言うんですね。っていうのもあまりにも必死だったから人を殺したんじゃないかと思われて、で病気になったのかとも思われたらしくて、だけど同性愛者だからって言って嫌いになったりしないよっていう風に言ってくれて、だって友達じゃんっていう風に最後に言ってくれたんですよ。それがもう本当に嬉しくて、未だに手紙、彼女がくれた手紙をお守りにしていろんなところに持ち運んでるんですけど、そのぐらい本当に嬉しくて、生きる希望っていうか希望を持てた、そんな瞬間でした。そして地元を離れて大学に入学しました。
また2回目の留学としてスウェーデンに留学しました。スウェーデンっていうのも男女の平等とか異文化理解とかダイバーシティの考えがすごく浸透した社会で、そこで1年過ごして、で今まではネットの中の人たちだった LGBT の人たちに生で出会えて、とても強く背中を押されました。でその頃から周りにカミングアウトしたいなっていう風により強く思うようになって、で一人一人と1対1でカミングアウトするようになりました。だけど毎回緊張感っていうのはものすごくて、泣きそうになりながら、だけどやっぱりまた心を振り絞ってみんなに自分のことを話しました。そしてみんなも受け入れてくれて理解してくれて、とてもいい理解者になってくれました。で不思議なことにこっちがカミングアウトするとすごい仲良くなれるんですよ、いろんな人と。でこっちがオープンにしてると相手も心を開いてくれるし、そういう人が3年前は1人だけだったのが10人になって、それがどれだけ心強いかっていうのは、今までずっと孤独で1人だったことを考えるととてつもないサポートで、だんだん自分に自信を持てるようになりました。そして1年前の4月21日、私は Facebook 上でその当時600人友達がいたんですけど、その人たちにカミングアウトすることを決意しました。夜中すごい遅い時間までスウェーデンでできた親友2人と話し込んでいて、で3人で一緒にポストを投稿するボタンを一緒に押しました。でその時はこの先どんなことがあっても大丈夫、自分には支えてくれる人たちもいるし、もう隠して生きることも嫌だし、この先の人生自分らしく生きるか、それとも嘘をついて自分ではない他の誰かの人生を生きるか、明るく生きるか暗く生きるか、それを決めるのは自分次第っていうことを胸にカミングアウトをしました。で多分理解してもらえない人もいるかもしれないっていうふうにその時は思っていて、だけど私は私を大事にしてくれて、理解してくれて、支援してくれる人を愛そうっていうふうに決めました。だけどここまでこういうふうに思っていても、そんなに人って他人のこと気にしないのかなっていうふうに思ってたんですよ。だから600人って言ってもそこまで仲いい人が600人いたかっていうふうなのは疑問でしたし、だからそんなに反応もないのかなっていうふうに心のどこかでは思っていました。だけどその予想は間違っていて、投稿した10分後20分後っていう風に時間が経つうちにどんどんライクの数が増えていって、でコメントも伸びていって、でメッセージも届くようになりました。その夜はすごい疲れていて、気づいたら眠っていたんですけど、次の日に目を覚ましたらもうライクは300件来ていて、でコメントとメッセージ合わせて数百件と自分の元に届いていました。でそんなに反応があると思ってなかったので、とってもびっくりして、でメッセージを見てみるとよかったねとかおめでとうとか、とても勇気のあることだと思いますっていう温かい言葉がいっぱいあって、そこでまた自分の中で自分に自信もできたし、本当に周りにそういう人たちがいてくれてありがたいっていう風に感謝するようになりました。スウェーデンでもポジティブな反応がありました。周りの人におめでとうって言ってもらえたし、今日は新しいコージーが生まれた第2の誕生日だねって言ってもらったのもすごい印象に残っています。そしてそれと同時に自分の世界が変わりました。他の人とかいろんな物事のポジティブな面も
くれてありがとうっていう風に自分の人生に感謝するようになりました。本当の自分をこういう風にさらけ出して、それでいてポジティブに迎え入れてもらえるなんて思ってなかったので、すごい衝撃でした。また自分の弱点も見つめ直すことができたし、強みも理解することができました。カミングアウトは英語の coming out of closet っていう言葉の略なんですけど、本当に自分のクローゼットから飛び出して、自分が好きな服を着てありのままで社会に飛び出して、それで生きていく、そういう風な感じがしました。で、自分が好きなものを好きって言って、好きなものを身につけて、そういう風に生きていくことがこんなにも嬉しいことだっていう風に初めて知りました。そしてそれが自分が思う幸せなんだなっていう風に理解しました。カミングアウトは一生続きます。一度では決して終わりません。新しい環境や新しい人間関係に出会うたびにカミングアウトをすることになります。そしてこれから生きていく中で、もしかしたら偏見のある人とか理解できない人に出会うかもしれません。そして今この現在、日本でそういう環境の中で苦しんでいる人たちがきっといると思います。だからこそ今回この動画を作る意味がすごくあると思いました。私が YouTube で検索した時に出会った人たちは全員外国人でした。日本語で日本人でこういう風に顔をさらけ出してカミングアウトの話をしている人は一人も見当たりませんでした。だからこの若い世代が生の体験をこういう風に話すことによって、ゲイでも同性愛者でもマイノリティでも生きていいんだよ、生きるんだよっていう風に、そういうメッセージが伝わればいいなと思います。この状況は絶対良くなるし、変えなければなりません。なのでこのメッセージが一人でも多くそういう人たちに届くことを願ってこの動画を作りました。一人でもいい、一人でもいいので届いてほしい。その人が今日一日を生きられるような勇気と希望を伝えられたら幸いです。私も同じ状況にいました。だけど大丈夫です。私ですら乗り越えられたので、みんな大丈夫なはずです。最後に、もしこの動画を見て賛同していただけたら、 Facebook や Twitter や YouTube でも何でもいいのでシェアや拡散をしていただけると嬉しいです。そして LGBT アライ当事者の皆さん、自分たちの体験や話をシェアしませんか？ハッシュタグ MyStoryJP とタグをつけて、文章でも動画でも何でもいいのでシェアしていただけると嬉しいです。そして一番下に自分が今まで助けられた情報や動画のリンクを貼っておくので、ぜひチェックしてみてください。ありがとうございました。バイバイ。